はいどうも、海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は少しだけ言いたいことがあります。本日お昼過ぎ、クロードの複数モデルで広範囲にエラーが増えました。公式記録で2時間46分です。りなさん、目が座ってる。まあまあ、サービスに障害はつきものですし。うちの収録準備もその時間帯に巻き込まれて、エラーが5回、作業は止まりました。今月、大きめの障害はこれで何度目でしょうね。はいはい、数字の話をしましょう。数字の、今日はそのイライラを数えて成仏させる回なんですよね。そうでした。障害はいつ起きやすいのか、762件数えてきました。クロードの公式ステータスページには公開されたインシデントが時刻付きで載っています。24ヶ月分762件、それぞれの最初に掲示された時刻で集計しました。掲示の時刻ということは、実際に始まったのはその少し前ですね。今日は16分差でした。その分少し遅れて記録される数字です。元が公開データなので、誰でも同じページから数え直せます。公式ページを24ヶ月分めくる、誰も頼んでない耐久競技、うちの得意技です。では、今日増えたばかりの1件から時計で追いましょう。今日の障害の流れです。日本時間13時50分頃にエラーが増え始めて、16分後には公式ステータスに調査中が出ました。その16分の間、こっちはずっと再試行ボタンを連打してましたよ。押しても治らないのに。収まったのが16時36分頃、対象の欄にはクロード、API、クロード、コード、コアークが並びました。エラーが出た瞬間って、自分が何か壊したのかと焦げるんですよね。この対象欄に載っていれば、原因は向こう側だと分かってちょっと安心します。この1件が履歴に1行残る762件分集めると、こうなります。まず曜日、日本時間に直すと、水曜が170件で最多、日曜は44件で最小でした。水曜170、日曜44、差が4倍近い。障害にも週休があるんだ。火曜から金曜が暑くて、日曜だけがクッと減る形です。この形、何かに似てませんか？人間の出勤ですね。その予感を持ったまま、時間帯を見てみましょう。掲示の時刻を24時間に並べたのがこちら。ピークが2つあります。夜の22時と23時、そして未明の3時です。夜22時、日本のエンジニアが寝る前にもう一勝負してる時間じゃないですか。そして一番静かなのは昼の12時から14時、日本のお昼休みの時間帯が762件の谷になっています。日本に優しいんだか厳しいんだか、不思議な分布ですね。なんでこんな形になるんだろう。時計をサンフランシスコに合わせると、見え方が変わります。日本の夜22時と23時は、あちらの朝5時から7時頃、未明の3時は、昼前の10時か11時頃です。あ、ピークが2つとも、あちらの朝。だ、逆にうちの昼は、あちらの夜。システムの変更は人の手で入りますから、障害が出やすい時間帯が、人が働く時間帯と重なるのは、それらしい話ではあります。言えるのは数えた分布と時差の対応までですが、それにしても、綺麗に重なっています。日本の23時が、あちらではコーヒー1杯目、こっちの夜更かしと、あちらの朝一が、同じ時間なんですね。障害の掲示が出てから、解決になるまでの時間も出せます。中央値で、メジャーの219件が77分、クリティカルの42件が56分、どちらも1時間前後です。あれ、クリティカルの方が21分短い、深刻な方が早く治るんだ。総力戦なんですかね。今日はメジャーで166分、メジャーの中央値77分の2倍を超えました。長引いた側だったわけだ。通りでりなさんの目が座るわけですよ。使う側の時間帯メモです。時計の谷は昼の12時から14時、ピークは22時と23時、カレンダーの谷は日曜でした。カレンダーの谷は日曜、時計の谷は昼、2本の谷を覚えておけばいいんですね。夜22時の長丁場は、こまめに保存と。カレンダーと時計の記録はここまで。ここからは弱くなったと騒がれた日に裏で何が動いていたかを同じように記録からたどります。2025年夏からの主な騒動4件です。記録に現れた内訳は、インフラのバグ、クロード、コードの3つの変更、キャッシュの使用、安全機能の発動。最初の2件はアンソロキック自身が技術報告を出しています。同じ、弱くなった。でも、診断名は毎回違うんですね。カルテを開いてみましょう。一番大きいのが2025年夏、ソネットの返事がおかしいという報告が続いて、9月の公式報告で、
インフラのバグ3件が同じ時期に重なっていたことが公表されました。3件も同時にですか？1つ目は一部のリクエストが長文用の別サーバーへ誤送されていたバグ。最悪の1時間ではソネット4のリクエストの 16% が影響を受けました。一度誤った先に当たると続きも同じ先へ送られやすい性質付きです。外れを引くと連チャンしやすいガチャだ。運の悪さが後まで響く。2つ目が見た目に強烈で、英語で質問したのに返事の途中にタイ語や中国語の文字が混ざるバグです。英語で聞いたらサワディって返ってくるの、ホラーだけどちょっと見たかった。設定ミスで本来ほぼ選ばれない文字に高い確率がついてしまったと説明されています。3つ目は深い階層のバグで、最も確率の高い候補が時々選択肢から抜け落ちていました。一番言いたい言葉が言えない AI、 それは返事も変になりますよ。3件は対象モデルも発生率も別々で、症状の見え方がバラバラでした。公式の図で見ると、8月5日に始まって全部消えたのは9月12日。この報告には需要や負荷で品質を落とすことはないという明記もあります。1ヶ月ちょっと原因の違う不調が入れ替わり立ち替わり、そりゃ現場の体感も混乱するわけだ。2件目は2026年の春、クロードコードです。4月の公式報告が原因を3つ挙げていて、筆頭が考える深さの初期設定をハイからミディアムへ下げていたこと、画面が固まって見えるほど待たせる問題への対策でしたが、後で間違ったトレードオフだったと振り返って元に戻しています。この公式の図、同じモデルでも深さの設定で成績が段になってる。初期値が変われば体感も変わるわけだ。他の2つは休止明けに思考メモを消し続けてしまうバグと簡潔化指示の副作用。前者は修正、後者は撤回されています。3件目は同じ春の使用量の減りが早い気がする問題。この時期プロンプトキャッシュの保持時間が1時間から5分に変わっていました。 API 応答には1時間用と5分用のトークン数が別々に記録されるので、手元のログを集計したユーザーの投稿で切り替わりの日まで見えたという件です。体感がログの数字に追いついた瞬間だ。うちの制作環境の直近3週間分も同じ方法で見てみたら5427ターン全部が1時間側でした。少なくとも今のこの環境は1時間です。こういうのが自分のログで見られるのちょっと面白いですね。残る1件は7月の復帰したフェーブルが弱くなったでしたっけ？それはブリーピングコンピューターの取材だと、モデル本体の性能というより安全装置が広めに効いて別モデルへ切り替わりやすかったことという整理でした。体感の訴えにモデルの外側の原因が対応していた例です。今日の障害も公式では16時36分に影響終了、17時30分に解決済みとなって、もう履歴の1行です。止まった記録も直した記録も同じ場所に積まれていきます。冷静に数えてきましたけど、762件を並べてたら私もだんだん腹が立ってきました。今月だけで何回目ですかこれ。あら、冒頭で怒っていたのは私だったのに、いつの間にか入れ替わってますね。その気持ちはよくわかります。とはいえ頼みますよアンソロキックさん。ほんとよし、言えたのですっきりしました。面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。この時間帯はどうなの？という質問があればコメントで教えてください。それでは。